こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は令和8年度概算要求というのは各省庁から出されております。今現在はですね、国会がスタートするといった状況ではありますけれど、同時に衆議院解散というのもありまして、一度作られた概算要求の内容がですね、今後の政権の状況によってはまた変わってくるかもしれないという状況ではありますが、まずは各省庁から出されている令和8年度の概算要求、今回は厚生労働省に関しての内容を見ていきたいと思います。これを見ることによってですね、今後、令和8年度以降、会社における人手不足、賃上げ等に対する国の政策の対応がわかりますので、それにどのように企業が対応していっていいかといったところを考えていければなと思います。今回の概算要求、厚生労働省の方、大きく概要としては変わっていないんですけれど、使っている言葉が変わってきました。本格的にですね、労働供給制約社会という言葉を使い始めまして、いよいよですね、人手不足を解消していくといったところの本腰から少し厚生労働省が重きを置いている分野が変わってきたと言えるかと思います。本格的に突入してきた人手不足といった状況、今後会社がどのように乗り越えていくか考えていければと思います。今回の概要ですけれど、まずは厚生労働省から出されております、令和8年度の概算要求の概要についてざっと見ていきたいと思います。そして、ここから読み取れる今後の厚生労働省、労務、人事戦略に関する政策のまとめについて見ていって、次に具体的にですね、賃金はどのようになっていくのか、人手不足、人材確保といったところ、そして今後の中小企業経営に関して見ていって、そして最後に確認すべきポイントをご紹介をしていきたいと思います。まずは厚生労働省が出しております令和8年度の概算要求についてです。大きな柱としては3つになってきておりまして、フレームワークとしては変わっていません。まずはですね、社会保障分野の、保険、医療、介護に関する部分ですね。そして2つ目が持続的な構造的な賃上げ、そして三位一体の労働市場の改革、そして人材活躍。これが2つ目という形になります。そして3つ目が一人一人が生きがいや役割を持つ包括的な社会の実現ということになりますけれど、まずは1つ目のですね、全世代の社会保障の実現といったところですけれど、ここに関しましては国民会議、設置をする予定ではありましたけれど、衆議院の解散といったところもありまして、社会保障に関する国民会議に関する議論が少しストップをしているといった状況ではあります。そしてここの部分の内容に関しては大きく令和7年度と変わっていないと言えます。そして2つ目ですけれど、持続的構造的な賃上げに向けた三位一体の労働市場の改革になりますけれど、ここ大きくフレームワークとしてはやはり令和7年度としては変わっていないんですが、全体として重きを置いている部分が変わってきたなというふうに感じております。そして3つ目はですね、包摂的な社会の実現といって、地域社会の実現、そして戦没者、そして年金、被災地支援といったところですけれど、ここの地域共生に関しましては、厚生労働省の管轄ではありませんけれど、外国人分野に関しましては、やはりですね、今後取り扱い、共生社会の実現に向けて外国人政策というのが議論されている。ここに関しましては、1月の末までに国会、そして衆議院の解散に関わらずまとめを出すということになっております。ではですね、今後の政策の行方ですけれど、まず一番気になるのが最低賃金の行方といったところでしょうか。ここに関しましては、前政権において2020年代までに全国平均賃金1500円の実現ということになりましたけれど、新しい政権になりまして、この1500円というキーワードが使われなくなってきたという状況であって、ここを見ますと、やはりですね、今後は物価上昇率と合わせて賃上げを行っていく政策になるのかなというふうに考えておりまして、やはりですね、2025年の賃上げ過去最高、毎年過去最高ではありますけれど、前年度のような最高の過去賃上げはもうないのではないかというふうに予想をしております。
また、人手不足、深刻ではありますけれど、その中で外国人労働者の受け入れによって人手不足解消という政策ではありましたけれど、2025年の秋ぐらいからですね、外国人政策非常に厳しくなってきたという状況。一方でですね、2025年の倒産、1万件を突破をしてきて、人手不足倒産も今増えてきているといった状況の中で、外国人労働者の受け入れ数に関して、方向転換をして少し上限を下げてきている。また、審査に関しても厳格化をしている。日本人同等賃金との比較においての説明資料が細かくなってきている。実態を見るようになってきているということ。また、地方においてですね、飲食、介護においては、外国人労働者との求人とのマッチングすら成立をしないという状況になってきておりますので、特にですね、地方においては人手不足がより深刻化をしてくるのではないかというふうに考えております。また、今後の手取りに関しましては、こちらに関しましては、やはり所得税の方ですね、上限の引き上げというのは進んでおりますけれど、社会保険の方に関しましては、社会保険の適用拡大というのが10年かけて順次進んでくるという形になります。また、別の動画でもご紹介をしておりますけれど、雇用保険の適用拡大というのも2028年に予定をされておりますので、今後どんどん広がっていって、手取りの額というのは、保険料額の増加によって減ってくる可能性があるという状況になっております。ではですね、具体的に見ていきたいと思いますけれど、まずはですね、厚生労働省今回から使い始めている、労働供給制約社会という言葉ですね。これはですね、令和7年度における労働経済の分析において、使われた言葉ではあります。2025年においては全国平均1121円ということで66円 6.3% の引き上げ、過去最高の引き上げという形になっておりましたが、従来はですね、持続的構造的な賃上げと言っておりましたが、今現状はですね、物価上昇を上回る賃上げという表現に変わっておりまして、今現状ですね、大体消費者物価指数 2.5% 前後の上昇率という形になっておりますので、ここを考えていくと、2026年に関しては全国平均賃金1150円、30円程度の値上げで落ち着くのではないかなというふうに思っております。それはですね、やはり賃上げ、過度な賃上げが進んできた結果、何が起きたかというと、人手不足倒産といった部分の賃上げ疲れ倒産というのがですね、非常に増えてきたという形。2026年に関しては、さらにですね、倒産件数増えると予想されておりますけれど、2025年までに倒産件数4年連続で前年を上回っている。また2024年、2025年は倒産件数が1万件を突破をしていて、人手不足倒産というのがどんどん増えてきている。こういった中で賃上げの原資を確保できない中小企業に関しましては、賃金の高いところに流出をしていくといった形での退職型倒産というのが増えてきているという状況になっておりますので、このあたりはですね、2026年人材確保に関しては非常に注意が必要という形。では、この人手不足倒産に関しまして、厚生労働省としては何をやっていくのかといったところで、これは以前から出ておりますけれど、労働市場の三位一体改革ということで、賃上げ、人材確保、教育、いわゆるリスキリングと言われるものですけれど、今まではですね、賃上げといったところを中心に行っておりましたけれど、やはりですね、もう賃上げだけでは人材確保は難しい状況になってきている。持続的な賃上げは行っていきますけれど、ウェイトが他の部分に移ってきているように感じております。そして人材確保の部分ですけれど、ここは2019年からの働き方改革が進んできて中で一段落をしたといった形で、働きやすさの整備は多くの企業では出てきているのではないかと思います。今後はですね、働きがいというのがポイントになってくるかと思います。そんな中ですね、今後評価制度の見直しというのが加速をしていくのではないかと思いますので、会社における人事評価制度の見直しというのが2026年はキーワードになってくるのかなというふうに考えております。そしてリスキリング、教育ですけれど、やはりですね、
統計調査を見てみても、中小企業でリスキリングが進んでいないという状況が読みできております。ここを受けまして、まだ情報の段階ではありますけど、令和8年度においては高年齢者向けのリスキリングという助成金もできるのではないかという話が出てきておりますので、やはりですね、今後教育に関しては、より厚生労働省は力を入れてくるといった形ではありますけれど、企業としては今後やはり学んだものの実践をする、活躍をする場作りというのが非常に重要。学んだだけではですね、身につきませんので、それを活用できる場作りというのが非常に重要になってくるというふうに思います。そんな中ですね、今後中小企業の淘汰が本格化をしてくると考えられます。物価高といったところですね、価格転嫁がもう随分進んできております。そして賃上げも持続的に行っております。人手不足に関してもフリーランスの対応、そして高年齢者、外国人雇用といった部分、そして女性活躍といったところの促進が進んできておりますけれど、こういった部分ですね、もうすでに手は打ってあります。また、従業員の支援の強化ということで、人材開発支援助成金をはじめとして、非常に大きな予算をつけて、教育リスキリングを支援をして拡充をしている。また IT 化 ICT といった部分でもですね、各種補助金、そして新たなパッケージ化されたような IT 機器購入のための補助金というのも作られてきております。そういった中でですね、銀行金利というのも年々上昇をしております。コロナ禍から比べると倍以上ですね、上がってきているのではないかなというふうに思います。改善対応の取り組みが遅れると、やはり資金ショートによって致命傷になる可能性があります。そういった中でですね、企業が最後に注意すべきポイント、確認すべきポイントですけれど、やはりですね、もう今後は単なる賃上げだけではもう人材確保はできないという形になっております。人員確保から人材確保をしていくような意識改革が必要。今後ですね、仕事に対してのやりがいと成長をどのように提供していくかを考えなければいけない。そのための評価制度の見直しが必要かと思います。様々な人は、世の中にはいらっしゃいます。仕事とプライベートを両立したい人、そして仕事を頑張りたい人、どちらもできる環境づくりというのが重要になってくると思います。はい、そして最後にですね、では自分の会社ではどうなんだろう、評価制度どうなんだろうといった場合あるかと思います。ここは会社の規模や方針、政策によって変わってきております。そういった状況でですね、もし今後人材確保における評価制度と検討したいといった場合はですね、まずは専門家にご相談をしていただくのがいいかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。